甲斐の日本語新幹線です。毎日30分で日本語のリスニング力をアップしましょう。皆さんこんにちは。海外日本語新幹線へようこそ。突然なんですけど、皆さんはこんな経験ってありませんか？はい、何でしょうか。語学の教科書を何時間も読み込んで、文法もフレーズも完璧に暗記したぞって思って日本に行ったら、あれ？日本人は誰もその言葉を使ってないぞって気づくみたいな。すごくよくありますね。ルールとしては 100% 正しいはずなのに、実際の生活ではあんまり使われないんですよね。そうなんですよ。今日はまさにそのリアルな会話の世界にディープダイブしていこうと思います。皆さんが毎日使うありがとうとすみませんの教科書には載ってない使い方を紐解いていきましょいいですね。日本に住むとすぐに違いに気づく部分ですからね。う。早速見ていきましょうか。はい、行きましょう。では、実際の会話をどんどん実演しながら検証してみましょう。はい。まずは、ありがとうに対するリアルな返事のピースを探します。わかりました。最初の場面は、友達同士です。友達ですね。はい、ちょっと想像してください。私たちはとても仲のいい友達です。はいはい。で、私の机の少し遠くにペンがあります。ペンですね。わかりました。あ、ごめん、そのペンちょっと取ってくれる？はい、どうぞ。ありがとう。いいえ。今。はい。すごく自然にいえいえって言いましたね。言いましたね。どういたしましてじゃありませんでした。そうですね。友達同士の軽い会話や日常の小さな手助けの場面ですね。はい、ここではいえいえと返す方がずっと楽で自然に聞こえるんです。確かに。もしここで真顔でどういたしましてって言われたらちょっと変ですよね。はい、ちょっと距離を感じるかもしれません。なんか重すぎるんですね。そうですね。間違いではないんですが、日常の小さな場面では少し大げさに聞こえてしまいます。なるほど。つまりいえいえは友達同士の軽い場面にぴったりの表現ですね。そういうことです。では関係や状況を変えてみましょう。はい。ただの友達じゃなくってお互いに感謝している場面はどうですか？いいですね。やってみましょうか。私たちは今日一緒にご飯を食べました。はい、とても楽しかったです。そして今から家に帰る時間です。わかりました。今日は本当にありがとう。楽しかったよ。こちらこそありがとう。おー。はい。いえいえでも、どういたしましてでもないですね。こちらこそですか。そうですね。ここでは私の方こそありがとうと伝えたいからです。なるほど。自分も相手に感謝しているときにこれを使います。そっか。相手だけが感謝しているんじゃなくて、はい。私も同じ気持ちですよと伝えているんですね。そういうことです。なんかお互いにありがとうのパス交換をしているみたいですね。まさにそんな感じです。これすごくいい言葉ですね。その通りです。これは日常だけでなく、ビジネスの会議の後などでも、はい。とてもよく使う便利な表現ですよ。今日はお時間いただきありがとうございました。こちらこそありがとうございました。確かにビジネスの場面でもよく聞きます。そうですよね。相手への敬意を示すのにぴったりなんです。じゃあそのビジネスの場面でもっとレベルアップした関係ならどうなるんでしょうか。レベルアップですか。例えば仕事ですごく助けてもらった場面。なるほど。やってみましょう。私はあなたの後輩です。昨日仕事で資料作りを手伝ってもらいました。わかりました。先輩、昨日は本当にありがとうございました。すごく助かりました。いえいえ、お役に立ててよかったです。お役に立ててよかったです。はい。これすごく綺麗で丁寧な表現ですね。そうですね。相手からの強い感謝を柔らかく受け止めるための表現なんです。はいはい。もちろんこの場面でどういたしましてを使うのも自然ですよ。ここではどういたしましても OK なんですね。大丈夫です。つまり大切なのは正しいか間違いかというそのルールの丸暗記ではないんですね。はい、その通りです。相手との関係や状況に合わせて洋服を着替えるみたいに言葉を変えるんだ。場面に合わせて自然な表現を選ぶことが大切なんです。いや、面白いです。ありがとうが場面で服を着替えるのはよくわかりました。はい。でもここで一つちょっと聞きたいことがあります。何でしょうか？すみませんはどうなるんですか？と言いますと？よくすみませんには大丈夫ですよって返しますよね。よく言いますね。あれってどんなすみませんでも全部大丈夫ですよで返していいんですか？どんな時でも使える言葉なんでしょうか？それは面白い疑問ですね。はい。それも実際の場面ごとに見てみましょうか。お願いします。同じすみませんでも
相手の伝えたい意味によって返事が変わるんです。意味によって変わるんですね。ええ。わかりました。じゃあまずはわかりやすい場面からいきましょう。はい。私たちが待ち合わせをしています。でも私が遅れました。いきますよ。はい、待ち合わせですね。はあ、すみません。遅れました。大丈夫ですよ。まだ十分ですから。ああ、これはすっきりしますね。はい。私が純粋に謝っているから大丈夫ですよ。で意味が通ります。ええ、そうですね。ここでは本当に謝罪していますから、大丈夫ですよや気にしないでくださいが自然です。じゃあ次はどうでしょう。全然違う状況を試してみますよ。わかりました。私は道に迷っている旅行者です。はい。道を歩いている人です。私が声をかけますよ。はい、どうぞ。すみません。駅はどこですか？大丈夫ですよ。ちょっと待ってください。はい。何が大丈夫なんですか？私、駅の場所を聞いているんですよ。道に迷って困っているんです。おかしいですよね。はい、おかしいです。ここでのすみませんは、謝罪ではありませんから。ああ、そっか。ただ人に声をかけているだけなんです。なるほど。英語の excuse me と同じですね。ええ、まさにそれです。ごめんなさいじゃないんだ。はい、だから大丈夫ですよは変なんですね。びっくりしましたよ。そういうことです。だからここでは質問に直接答えて、あちらですよというのが正解です。なるほど。言葉の表面だけを見て自動的に大丈夫って返すと、こういうすれ違いが起きるんですね。ええ、相手が何のためにその言葉を使ったのかを見ることが大切なんです。いやー、面白いです。じゃあ最後にもう一つだけ試させてください。はい、何でしょうか。手伝ってもらう場面です。手伝う。はい。私がとても重い荷物を持っています。重そうですね。その荷物持ちますよ。すみません。ありがとうございます。いえいえ。今、はい。遅刻の時のように大丈夫ですよとは言いませんでしたね。ええ、言いませんでした。いえいえでした。これ遅刻の時とは全く違う響きがありますね。そうですね。ここを少し全体から広く見てみると、面白い発見があるんですよ。発見ですか？どんなことですか？日本の会話ではですね、わざわざ手伝ってくれて申し訳ないという気持ちと、はい。ありがとうという感謝の気持ちが同時に存在することがよくあるんです。なるほど。ええ、それってコーヒーにミルクを入れるみたいですね。コーヒーとミルクですか？はい。重い荷物を持たせてしまって申し訳ないという謝罪の気持ちがコーヒーです。なるほど、コーヒー。そして助けてくれてありがとうという感謝の気持ちがミルクです。はい、いいですね。その2つがカップの中で混ざってもう分けることができません。ええ、だからすみませんの中にありがとうが混ざっているんですね。とてもいい例えですね。ありがとうございます。その2つが混ざっているから、純粋な謝罪への大丈夫ですよではなくて、はい。感謝に対するいえいえが自然になるんです。これは本当に面白いです。パズルじゃなくて飲み物を作るみたいですね。ふんふん、そうですね。いや、頭の中のソフトウェアが作り直される気分です。それは良かったです。よし、ここでちょっとしたゲームをしましょうか。ゲームですか？いいですよ。ここまでの内容を私の脳が本当にアップデートできたかテストします。はい、状況を言ってください。私がパッと3秒以内に即答します。わかりました。ポンポンいきましょう。はい、テンポよくいきますよ。第1問。はい。友達がドアを開けてくれてありがとう。いえいえ、第2問。待ち合わせに遅れてすみません、遅れました。大丈夫ですよ。完璧です。第3問。はい。知らない人が道ですみません、コンビニはどこですか？あちらですよ。いいですね。最後第4問。はい。来い。重い荷物を持ってもらって、すいません、ありがとうございます。いえいえ。素晴らしい。アップデート完了ですね。やったー！こうやって連続でやってみると本当によくわかりますね。ねえ、この言葉にはこの返事と1対1で丸暗記するのは危険ですね。そうなんです。一番重要なのは、その場面で相手が何を伝えたいのかという本当の意図を見ることです。その通りですね。今日の、海外日本語新幹線からの探求は本当に驚きの連続でした。ええ、楽しかったですね。言葉を学ぶことはただルールを覚えることじゃなくて、相手の気持ちを想像することそのものなんですね。はい。相手の本当の気持ちに注目すると、会話はもっと楽しくなりますよ。本当にそうですね。さて、皆さんに最後にぜひ考えてみてほしいことがあります。はい。相手の意図に注目することが大切だと分かりました。でもそれは、言葉だけじゃないんです。と言いますと？日本のドラマや映画を見るとき、ぜひ観察してみてください。はい。本当に謝っている時のすみませんと、
感謝している時のすみません。うんうん。キャラクターのお辞儀の深さや声のトーンといったボディーランゲージはどう変化しているでしょうか？なるほど。体の動きも変わるはずですね。そうなんです。言葉が服を着替えるように、体の動きも着替えているはずです。ええ。次回、日本語を聞くときは、ぜひそこも観察してみてくださいね。きっともっと深い発見がありますよ。皆さんも現実の日本語の世界をたくさん楽しんでくださいね。はい。それでは今日の深く探求する時間はここまでです。また次回お会いしましょう。感谢收看，别错过更多精彩内容。现在就点击订阅，加入我们的日文新干线旅程吧。